皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストの時間です。パーソナリティのあゆみです。皆さんいつも聞いてくれてありがとうございます。ケンです。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さてケンさん、はい、いきなりですが、今流れているこの曲を知っていますか？ To you, yes my love。 あゆみさん、日本の名曲ですね。ナイスチョイス。ありがとうございます。もちろん知っていますよ。松原みきさんの真夜中のドア Stay with me ですね。正解です。まあ著作権の都合で矢川あこいさんのカバー版を使っているんですけどね。この曲真夜中のドア Stay with me は今世界中で大人気なんですよ。そうですよね。YouTube や TikTok でよく流れています。私も毎日のように聞いています。でも歌詞の意味がちょっと難しいんです。なるほど。今日はこの曲の歌詞の意味をケンさんに教えてほしいんです。わかりました。では今日は真夜中のドアの歌詞について話しましょう。やったー。実は私サビの部分しか歌えないんです。サビというのは曲の一番盛り上がる部分ですね。そうです。Stay with me のところです。ここすごくキャッチーですよね。そうですね。一度聞いたら忘れられません。海外の友達もみんなここを歌っています。日本語がわからなくてもメロディーが良いですからね。それわかります。なんかこうおしゃれな感じがするんです。それがシティポップの魅力ですね。シティポップ、よく聞く言葉です。1970年代から80年代に日本で作られた音楽のジャンルです。都会的な雰囲気ですよね。はい、都会、つまりシティの雰囲気です。でもこの曲って実は悲しい曲なんですか？あゆみさん、いいところに気がつきましたね。そうなんですか？曲の雰囲気はリズムが良いんですが、歌詞は切ないんですよ。切ない、つまり悲しくて胸がキュッとなる感じですね。その通りです。では詳しく見ていきましょうか。お願いします。まずタイトルの真夜中のドアについてです。真夜中っていつのことですか？夜の12時、つまりミッドナイトのことです。夜遅くですね。はい、みんなが寝ている時間です。そんな時間にドア？この歌には2人の登場人物がいます。誰と誰ですか？私と彼です。2人は恋人だったんです。だったということは、はい、別れ話をしているんです。別れる歌だったんですか？あんなに楽しそうな曲なのに。そうなんです。昨日の夜、彼がさよならを言いに来たんです。うわ、悲しい。そして彼は帰ろうとしています。そこで私はこう言います。Stay with me。 私と一緒にいて。つまり帰らないでってことですね。その通りです。ここで歌詞に出てくるドアを叩いてという言葉が重要です。ドアを叩く、泣きながら叩いているんですかね。きっとバンバン叩きながら帰らないでと泣いていると思います。これは誰が叩いているんですか？これは私がドアを叩いているんです。どういうことですか？真夜中のドアはズバリ別れる前の2人と別れた後の2人を分ける境界です。私はそれを止めたいんです。行かないでってドアを叩いているんですね。そうです。必死な気持ちですね。想像するとすごく切ないですね。まるで映画みたい。そうですね。ここで一つ例え話をしましょう。例え話？はい、このドアは何を表していると思いますか？普通の家のドアじゃないんですか？もちろん実際のドアでもあります。でも比喩、つまりメタファーとして考えてみてください。なんだろう。このドアは心の境界線を表現しているんです。境界線？はい、ドアが開いているときは2人はつながっています。相手の心が離れていくのを感じながら必死にその境界を叩いてまだつながっていたいと願う。なるほど。でも彼がドアを閉めたら、つながりが断ち切れてしまう。つまり2人の関係が終わってしまう。そういうことです。
だから真夜中のドアを閉めないでと言っているんです。深い。ただのドアじゃないんですね。そう思うともっと歌詞が心に響きます。そうですよね。それからもう一つポイントがあります。何ですか？季節です。季節？春とか夏とか？歌詞の中に冬という言葉が出てきます。ああ、確かに2度目の冬が来てって歌っていますね。はい、その後に振り返ればいつもそこにあなたを感じていたのと続きます。これはまだ彼のことを忘れられないという意味です。心の中にまだ彼がいるんですね。その通りです。そしてあの季節が今目の前という言葉も出てきます。あの季節っていつですか？これは帰らないでと泣いた時のことです。過去のことですね。はい、心に穴が開いたようなあの悲しい季節がまた来たということですね。でも私は Stay with me と口癖を言いながらあの頃を忘れずに温めていたわけです。わあ、泣けてきました。歌詞の意味を知ると全然違う曲に聞こえます。そうですね。でもメロディーはすごく明るくておしゃれですよね。そうですね。だから悲しいけど何回も聴きたくなるのかな。それが日本の80年代ポップスの特徴かもしれません。ところでケンさん、はい、何ですか？歌詞の中にレコードって言葉が出てきますよね。はい、置いたレコードの針ってところですね。今の人レコード知ってるかな？黒くて丸い大きい CD みたいな。 CD よりずっと大きいですね。アナログの音楽プレイヤーです。最近また流行ってますよね。そうですね。このレコードという言葉も時代を感じさせます。懐かしい感じがします。そうです、懐かしいです。この言葉、日本語学習者の方に覚えてほしいですね。懐かしい。英語だとノスタルジックですね。はい、そうですね。昔を思い出して心が温かくなるような気持ちです。この曲を聴くと生まれてないのに懐かしい気持ちになります。それは音楽の魔法ですね。魔法、いい言葉。あと気になった歌詞があるんですけど、どこですか？グレーのジャケットってところです。ああ、彼の服ですね。なんでグレーなんでしょう？赤とか青じゃなくて。面白い質問ですね。おそらく都会的でクールなイメージだからでしょなるほど、シティポップだ。う。もし赤いジャケットだったら、なんかちょっと派手すぎますね。サンタクロースみたいかも。そうですね。グレーには曖昧な、はっきりしないという意味もあります。彼の気持ちが離れていることを表しているのかもしれません。うわー、ケンさん深読みしすぎですよ。でも面白い。あくまで私の想像ですけどね。歌詞の意味を想像するのは音楽の楽しみ方の一つです。そうですね。私も次からはジャケットの色にも注目して聞きます。さて、そろそろまとめに入りましょうか。はい、お願いします。今日の真夜中のドアのポイントは3つです。一つ目は何ですか1つ目、この曲は別れの歌であること。彼が去っていくのを止めようとしています。？Stay with me ですね。2つ目、真夜中のドアは2人の心の境界線を表していること。ドアを閉めないでという意味でしたね。そして3つ目、懐かしい80年代の雰囲気を楽しむこと。レコードとか言葉の選び方が素敵でした。はい、この背景を知ってから聞くともっと感動すると思います。間違いないです。早くまた聞きたいです。では最後に、今日会話に出てきた使える日本語を紹介します。ベストフレーズ3選です。ぜひメモしてくださいね。1つ目は懐かしい。昔を思い出していい気分になった時に使います。この曲懐かしいって言えますね。2つ目は真夜中。夜の12時過ぎ、とても遅い時間のことです。真夜中にお腹が空いたとか。あゆみさんらしいですね。そして3つ目は切ない。悲しさ、寂しさなどで胸が締め付けられるような気持ちです。恋の歌にはよく出てくる言葉ですね。はい、とても日本的な感情表現です。皆さんも使ってみてください。さて、
今日はここまでですが、最後に質問です。皆さんの好きな日本の歌は何ですか？シティポップでもアニメソングでも何でも OK です。ぜひコメントで教えてください。楽しみに待っています。それではまた次回お会いしましょう。聞いてくれてありがとうございました。さようなら。